タクシーさすがもう10年以上今日はウルトラダイナミコのお話をしますお願いします。今日は金子さんとセント君とウエンツに集まってもらってますお願いします。はい、ウルトラダイナミコのタイヤ種類増えてきたんで、ちょっとここら辺で一旦整理しようっていうのが今回集まってもらったわけなんですが、はい、セント君、はい、そもそもはい、ウルトラダイナミコっていうタイヤブランドはどんなブランドですか？ウルトラロマンスウルトラロマンスとウルトラトラディションとして知られるロニーとはいパトリックのブランド、タイヤブランド、タイヤブランド、タイヤ専業みたいな感じですね。はい、彼らが作りたい自分が欲しいタイヤをなるほど作ってるライダーズブランドみたいな感じで、かっこよく言うとそんな気がする。確かに。で、画面のこの辺にね、種類がね、はい、なかなか種類が多くなってきて、そうですね。どれを選んだらいいんだろうみたいな方も多分たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うので、どんな種類があってどんな特徴がありますよみたいな話を改めてできればなと思います。はい。で、一応目標があります。はい。この動画見てもらったら、見てもらってくださった方が、ご自身で自分のバイクにはこういう使い方だからこれを選ぼうっていうのが選べるようになったら勝ちですけど、難しいね。まあ言葉だけで喋ってるとね難しいのでこれを見ながらやっていこうと思います。はい。大前提にまずあれかな、トレッドって言って模様から言うと、じゃあはい一人ずつ読みましょうか。じゃあせっかく3つなんで、はい、カバーですね。はい、ロゼ。はい、マーズ。はい、ありがとうございます。ただ読んでもらったんですけどで、こっちが模様の話で、こっちが、使ってるコンパウンドとかケーシングの種類、なんて言えばいいんだろうな。こっちが模様で、これがなんて言えばいいですか、種類。なんて言えばいいんだろうね。使用用途じゃないな。とか、あとはパナレーサーさんが言ってたのはレシピ。コンパウンドっていうのはなんかレシピだよみたいなおっしゃってなかったです。模様に対してぴったりくる言葉がないな。硬さとか柔らかさとかでもないもんね。まあでも硬さとか柔らかさ。仕様なんじゃない？仕様。それがいいかもしれないですね。模様と仕様が組み合わさってこの模様でこの使い方をしてください、この模様でこの使い方をしてくださいっていう感じですかね。やばい、早速置き去りにしてるかもしれないです。お客さんに対してね。そうそうだね。なんか例えてみる一回。例えてみましょうか。じゃあこっちラーメン屋で例えます。ラーメン屋決定。ラーメン屋決定。わかった。俺これ味でしょ。わかる。味噌味、醤油味、豚骨味。でこれラーメンの硬さ。でラーメンの太さ。太さと硬さ。俺はジャンルだと思う。味噌ラーメンの辛いやつ。何それ。辛いやつ。辛豚骨、辛。いやでこれは辛いやつ以外なんですか？甘いやつ。話していくうちに多分理解してくれると思うので、3種類の型があって3種類の仕様があるってまず思ってください。どんなモデルですよそれぞれっていうのをいきましょうか。ちなみになんか好きなどれも好きだと思うんですけど、俺はこれよく使うなみたいなのありますか？俺マーズは使ったことある。何に入れてました？これミッドナイトに入れてたよ。そっか。ミッドナイトに入れてた。で普通に調子良かった。はい。なんだろうな、結構衝撃的だったのはロゼかな。ファーストモデルが。俺逆にカバーかもしれない。めっちゃ速いって思いました。カバー使ったことないな。ちょうど3人ともあれだったね。いや本当に。たまたま。じゃあせんちゃんにまずこの3つの模様の話をしてもらいましょうか。はい。じゃあカバーにはどんな特徴がありますか？カバーはほぼスリック。見てもらう通りスリックっていうのがツルツルしたタイヤですっていう感じですね。スリック、センタースリックでこの横だけこうダイヤ面、ピラミッドみたいなのがついてるっていう一番滑らかなパターンで、前後これ履いてもいいし後ろだけこれ履くみたいな、そういうのやるしみたいな。めっちゃざっくり言うとオンロード向けって感じですよね。そうっすね。ただ細かく継ぎ目とかがあるので、普通のツルツルしたタイヤより一応メーカーさんの説明で、メーカーさんって言っちゃいましたね、ダイナミコの説明で言うと普
通のオンロードタイヤよりは、まあ、その 2,30% トラクションがかかりますよと、オンロードタイヤより。だから多少の砂利とかはね、多分全然これオンロードだけと思われるかもしれないですけど、多少の砂利道なんか全然大丈夫。そう、多摩川の河川敷とかの砂利系は全然調子よく走れるんじゃないかなっていう感じ。大丈夫ですね。はい、いいと思う。ロゼロゼは中間なんだけど、そうオフロードとオンロードみたいな感じですね。俺がで実はあれですよ、万能これですよね。一番最初のモデルですよ。そう、うんダイヤのね、うん代表的なモデル。本当に彼らが作りたかったタイヤの確かにそれは原型なので、どっちも使えるっていうのが本当にいいのかなというタイヤかな。だから今でいうところのグラベルタイヤとか、まあそういったもので表現しちゃっていい気もするし、でもグラベルタイヤにしても結構要素を盛り込みすぎだよなって今思えばモリモリですね。あるようなやつなんだけど、初めて使った時でも結構衝撃だったよね、これね。めっちゃ調子がいいんですそうよね、これ。ここの真ん中三角形、これ抵抗なんない大丈夫って思ったけど、これがめちゃくちゃ良かったよね。そうです。そうゴロゴロ感がないんだよね。あんまない。そう系なんであり、か多分ね、最初の入荷して、うんせんちゃんが自転車組んで、うん最初に履かせてってどっか多分一緒に走り行ったんだよね。なんかロマンサーかなんかで、はいせんちゃんが。でその時にめっちゃ調子いいってせんと君よかったが言ってたのがすごい僕は思い出深かったなっていう感じで、まあ、ちょっとざっくり言うとオンオフどっちもいけるよっていう。どっちもいけまですさっきねせんちゃんが言ってくれたけど、フロントにそれを履いて、リア後ろにカバーを履かせるっていうのも、よく、ダイナミコの2人もやってて、それはなぜですか、せんとく。これはまあいろいろ多分あるんですけど、まず1個はドリフトしたいみたいな、ビアを滑らしたいみたいなのもあるし、どっちもオレンジ色の E が出るまでいきたいですね。どっちもロゼを使うとちょっとだけ走りが重くなるとか、でもどっちもカバーを使うとちょっとオフロードのカーブが心配とか、なんかそのどっちも使うと結構解決するじゃんっていうのもあるし、あとはまあ BMX って僕も出身が BMX なんですけど、結構あんまりもう前後タイヤちぐはぐとかメーカーさえも違うとかってあんま抵抗がなくて、なんかそういうノリも多分あるんだろうなっていう、なんか、結構コンペティティブな世界ってもう前後タイヤ一緒がね定番でしょ、もうそれ以外ないでしょって感じだと思うんですけど、そこを崩してくれるっていうのも、なるほどね。ダイナミコでこれ1個ねロゼに関してサイトでね面白いこと書いてあるんで、1000キロ走るとエキゾチックなアンダートレッドが出てきますっていう、見たことある人いる ?1000 キロ使って。いやないけどなんかそっからさらに調子よくなるよっていう、なんか速く走れるようになるよっていう。1000キロ走るとそのセンターノブがなくなるって、そうより回転性が上がるっていう感じです。言ってしまえばあれだもんね、真ん中だけカバーになるってことだもんね。真ん中、なるほどね。そう確かに。で比較的近年出たのがまずこれウェンツに説明してもらおうかな。どんなタイヤですか？どんなタイヤ？そうですね、唯一僕使ったことないタイヤなんですけどでも一番マウンテンバイク寄りというか一番土の上向きですよね、マウンテンタイヤだね、2.3 そうサイズもね、2ハテナとかでしたっけ？ 2.2 ハテナ、そうそうまずだけやっぱちょっとマウンテンバイクの太さが多いかなっていうか、それしか出してないかなっていう感じで、三味線が使ってたって言ってたんで聞いたんですけど、やっぱロゼよりもやっぱセンタートレッドも厚みがあってサイズももちろん変わっているので、トレイルでしっかり食いつくんですけど、このやっぱ三角のセンタートレッドが、多分みんな思ったと思うんですけど、あんまり抵抗にそうだね、あんま抵抗に感じないっていう、だからいいんだよねって三味線が言ってました。なるほど三味線呼べばよかったな。僕もこの間もオンロードこれで走ったんですけど、なんかこうキャラメルみたいなブロックに吸ってゴロッゴロッゴロッゴロって感じがあるんですけど、これは全然なくて、音はフィーンってなりますけど、確かにノイズはねするよね、甲高い音が
独特で確かに気持ちいいです。高い音がしますね、ダイナミック。一応ねマウンテンバイクタイヤっていうよりはなんか ATV タイヤって言って人たちは言ってます。まあ全然普通になんかその辺のあれってなかなかないから普通にマウンテンバイクとかに入れちゃっても全然問題ないというか、マウンテンバイク用のタイヤ近年が太すぎんだもんな。で名前の通りね火星みたいな場所にたどり着いても走れるよっていう名前でまずですね。はい。じゃあ模様の話でもうすごく盛り上がっちゃったんで、この難しい何でしたっけ？コンパウンドの味の種類。味の種類味の種類ケーシングコンパウンドの話しましょうか。まずこの3つの模様がありますってところまで、まあほんとざっくりだけど、オンロード、オンオフ、マウンテンバイク用のタイヤみたいな感じですかね。はい。じゃあこの字でいきます。ケーシングとね、コンパウンドって言ってこれはレース、JFF、ロブストっていうのがあります。カバのレースみたいな、カバの JFF、カバのロブスト、ロゼのレース、ロゼの JFF、ロゼのみたいな感じになります。はい。じゃあそれを1個ずつ説明していきますね。でレースっていうのがレースってのが私レースっていうのが、ダイナミッコが出してる仕様の中で、一番軽く作ろうとしているもの、しなやかに作ろうとしているもの、グリップ力を良くしようとしているもの、要するに全部の性能が秀でているようなタイヤを作ろうとしているのがレース。なんで性能良いイコール、そういうレースシーンとかでも活躍するようにっていうのでレースっていう名前が記されてる。でもちろん日常で使ってもいいのですが、グリップ力がいいゆえに削れるのがちょっと早かったりとかっていう弱点。軽いゆえに横が薄く作られてたりとか、あとはそのゴムの性質とかが多分あるんだろうけども、耐候性って言ったらいいのかな、水とか太陽光とか乾燥とかそういうのに対して他の JFF ロブストによりかはちょっとだけ弱点があるっていう風なもの、けどやっぱその弱点を上回るほどの性能を持ってるタイヤっていうのでどうでしょうか。いいと思います。もうとにかくタイヤの良さを実感したいって言うんだったら、まず一回これを買ってもらうといいかもしれないですね。一番多分作りたかったやつなんだろうな。最初に作ったロゼでレースモデルみたいなのが多分なんか彼らが一番自分で使いたいなっていうスタートになってそうなやつなので、お試しはこっからなんですかね。で次が JFF は、じゃあウエンツにお願いしてもらおうかな。JFF は Just for Fun の略、ロブストっていうもう一種類があって、なんか僕のイメージだと、その中間、ここのねレースロブストの中間でちょっと値段安いですよね。この辺と比べると安いんじゃないですか。そうですよね。もう名前の通り、ただ一回もう乗るの楽しんでみてっていう、もう彼らが考えたパターンと、コンパウンドの組み合わせの中でもう難しいことを考えずに、とりあえず一回これ乗ってみてよっていうモデルっていうかな気も僕はしてて、そうだね。もうよく分かんなくなったら大丈夫、これ選んでおけば。なるほど。カバの JFF とかね、ロゼの JFF、比較的値段が多分ちょっと安かった気がします。2000円ぐらい安いかもしれない。なんでチューブ1本ぐらい分ぐらい安いんで、お試しでというか使ってみるのも全然いいと思いますし、ウエンツが言ってくれたみたいに、今ここの説明するんだけど、これとこれの間みたいになるようなタイヤなので、迷ったら本当にこれを選びがち、僕もお客さんにおすすめしがちだし、自分自身もこれにあれしがちっていう感じ。じゃあ最後ロブストをせんちゃんに説明してもらいましょうか。ロブストは、一番頑丈って言ってざっくり言うといいんじゃないかなっていう感じで、サイドウォールが横ですね、地面と接地しないところがちょっと分厚めになっているから、オフロード走ってて横を切れちゃったりとかしにくいし、チューブレスの液体がこう染み出しちゃったりとかもしにくいから、チューブレスとかで使うのには一番向いてるかなっていう。こことここが何がパッと見何が違うのっていうのが多くて、っていうのもこのレースとかってなってくると真ん中のこの色が違うんですよね。レースだと赤だったり、マーズだったら赤だったりとか、ロゼカバだったらグレーとかになるから、そこが分かりやすいは分かりやすいんですけど、ここがなんか同じ真っ黒じゃんって思う方とかもいらっしゃると思うんですけど、よく見ると千斗君が言ったみたいに
横が結構こっちの方が分厚かったり分厚いんですよね。そうですね、なんか実は全部が違うらしいんですけど、よく分かりやすいのはロブストは横が分厚い、JF は横が薄くてしなやか、そのこう柔らかい乗り心地っていうのがあって、でも全部そのトレッド面、地面に当たるところの構造もどっちも違うよっていう感じで、でもロブストだからめっちゃそれが一番重いかって言われると別にそういうこともないらしい。なんか俺もサイト見たけどさ、チューブレスの安定感はやっぱこれが一番いいって書いてあるから、チューブレスで乗りたい方はこれを使うといいかもしれないねっていうのが、まあっていうのもなんかチューブレスって空気が大体で膨らますんですよ。中にパンク防止剤っていうのかな、シーラントっていう液状のゴムを入れるんですけど、まあ、それがこれとかだと薄いんで染み出してっちゃう、なかなか安定しにくいから、まあ、これを入れることでこれを使うことでより安定しますよっていうのが実際に書いてあるんで、だからざっくり言うとめっちゃ軽くて速い、もう本当乱暴に言うとね、めっちゃ速くて軽くて速い、もう一番タイヤとしての性能がいいですよ。これがまあ丈夫というか一番堅牢な作りになってますよ。はい。でまあそれの間って感じで覚えてもらえたら分かりやすいんじゃないかなっていう感じですかね。選んでもらえそう。はい。今のところ大丈夫そうかな？選べそうかな？はい、大丈夫そうかね。でさっきの出たんですけど、まあこの色がねあるから、皆さんグレーのタイヤがね皆さん人気なんですけど。はい、まあ、グレーだとおのずとレースなんですよね。おのずとレース。だからそこでそうグレーのタイヤつけたいわってなってど、レースタイヤって私の使い方にはちょっともしかしたら早くダメにしちゃうかもとか、耐久性、まあ、全然ないとかじゃないんだけどちょっと私の使い方には当てないかもっていうことで、まあ、この辺を選ぶっていうのも、まあ、黒になっちゃうけどこの辺使ってみようかしらっていうふうに選んでもらえたら今日のあれが伝わってるかなっていう。そうですね。まあ、もちろんね色で全然選んでもらってもいいんですけど、まあどっちも大事ですね。どっちも大事。見た目も大事だし、もっと細かいことを僕たちは気にしてみるっていうのがいいかもしれないですね。じゃあ実際にどんなバイクに使ったらかっこいいのよっていうのを話しましょうか。なんか千斗君はあります？うちブルーラグで取り扱ってるバイクには大体フィットするというか、確かに大体かっこいいみたいな感じはあるんですけど。っていうかまあその前にというか、もうタイヤから生やしたくなっちゃうのはあるっすよね。このタイヤを使ってどのフレームにしようみたいなのも本人たちも確かオニパトも言ってますけど、タイヤからチャリを生やしてもらえるぐらいの魅力的なタイヤを作りたいみたいな感じで言ってたと思うんで、確かにねこのマーズ赤が出た時はなんか自転車組みたいだって思ってなんか自転車組みたいだと思って最初26インチだけそう26、今26のフレームなんかねえかなって思ってこれはなんか探してなかった26の 2.1 のスリックガンっすよね。最近そうカバでねカバの26の 2.1 が増えたんですよ。増えたんですよ。2.2 じゃなかったっけ？ 2.1 かな 2.2 か。それが気になりますけどね。ちょっと今ここにありますね。気になるな。これねマジで何に使うんだろうっていうのもありますけど、やっぱ今だったらちょっと古めのマウンテンバイクを手に入れてこれはめるっていうのはすごいかっこいいと思うし、特にあれかなロニーの方がやっぱりそういうの好きそうだからやっぱり今の新しいブランドとか大きいブランドのレースでこのサイズがよく使われてるから、レースってはその競技で、よく使われてるからとか、今の市場の流行りでこのサイズにしようじゃなくて、単純に2人が欲しいサイズを作ってるっていうのがすごいですよね。やっぱ俺出た時熱いなと思ったのがやっぱカバの700の33だよね。わかる。一番これが熱いよね。一番好きなの。それいいよね。これ緑が最初に出たんですけど、700の33って言ったらまず思い浮かぶとねシクロクロスの太さですけど、昨今ロードバイクもこのぐらいの太さになってきて、僕良かったなと思ったのがこの前プレステージラファのプレステージ行った時に、大地がエンビーのメレにこれ入れてたんですけど、やっぱそういう使い方もいいなっていう。中4もですよね。もう IF のあれに入れてて、スポルティーフ的な自転車に。だからそう僕らのお店だとね黒森のフレームが多いですけど、なんか意外と結構そのねアルミの自転車とかカーボンの自転車とかのバイクにも僕全然普通に使ってほしいなと思います。サーリーとかクラストじゃないとダメなのって思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、全然普通に極論ねマスなブランドに入れててもかっこよくなるだろうから、そういう使い方が
してくれてったらいいなとは思いますよね。他になんか違う気になるサイズとかあります？ 45 ってのも出たんですよね最近。使ってみたい。これ42出して45出すのこの人たちオタクだなと思ったらね俺だったらビビって50にしちゃいますもんね。そうなんだよなはい、作る方としてはね。だって39番だよ。そうなんですよ。でこれ39は、ややこしいですけどカバしかだよね。カバしかない。ロゼの39っていうのはなくて、ロゼ39はないのか。そうなんですよ。カバ39カバ39ってマジいいな、カバ39ウエンツだったら何入れる？俺今ビーチクラブに入ってる。ああれめっちゃ早いです。でもちょうどいいんだ。ちょうどいい。本当に。33だとちょっと。そうですね。僕のそのビーチクラブっていう自転車はグラベルバイクなんでちょっとスカスカになっちゃうのと、もうちょっと太さがあった方がいいな。でもまあ多分僕がよく乗りに行くとこだとロゼじゃなくてもいけるかもっていう。そうだよね。オンロードのアプローチっていうかが多いし、でもちょっと砂利走るからだったら多分これがちょうどいいんじゃないかなっていう。まあ僕的最適解はカバ39だったっていう。いいね。確かに。せんちゃんもなんか気になるサイズある？僕は自分で使ってるのはロゼ42とカバ42。ロゼ42。ロゼ42ってカバ42。ちなみにこっちにも触れとこうかな。ロブスト。前後ロブストでボンボラに入ってます。なんでこれにしたの？グラインデューロで去年出た時に使ったんで、まあそれもあってちょっと頑丈めなやつにしたのかなっていう。あとまあ黒が良かったしっていうそのチャリは。なるほどね。そうですね。カーブのグリップがやっぱロゼいいんで滑らない。太さの割にさらに太いような感じのグリップ感みたいな感じがあるんですね。まあマーズも使ってます。何？ロマンスター。ロマンスター入るのかマーズ。このレースのマーズ。これもいいですね。俺もいいですね。これもいいですね。意外とそのさっきも言いましたけどロール感がそんなゴロゴロしないっていうのがいいしかっこいい。金子のそうちゃん気になるサイズありますか？俺でもデジに言われちゃった。その700の33がやっぱりちょっと俺晒して。ちなみにこれは晒して。このモデルだけグリーンとあとグレーがあるのかな。グレーがある。そう逆に黒なかったよね。ないんですよ。これは多分そのレースだけなんですよ。そうなんだよな。レースタイヤなんですよねそれは。そう一応さロゼつってるけどロゼじゃないや。じゃあロゼじゃないごめんなさい。カバだ。カバと言ってるが39、42、45のカバいわゆるこのカバとはちょっと違ってて反転してるんだよね。違うな。いやでも反転してねえな。すり目。やすり目だ。みたいな。そう杉目一緒か一緒だな。そうになってて三角形がちょっと大きくなって、なんかこの三角形ちょっと大きくしてるの俺なんか理由ありそうだなと思ってて、多分このセンタートレッドって間隔が空いてると抵抗が生まれてる音が鳴る。そうだね。まあ音が鳴るっていうのが先行しちゃってますけど、まあやっぱ抵抗がきちんとあるから音が鳴るっていうのを多分埋めたかったんじゃないですかね。ああなるほどね。確かにセンタートレッドのパターンの溝をなくすのはそこに抵抗を極力生まないためなんじゃないかな。ちょっとだけ出っ張ってちょっとだけ出っ張ってるよね。そうだからそういうところもやっぱいいな。でもあとはデジが言ってたのと一緒だわ。そのネオいものも昔から乗ってる例えばスポルティーフみたいなのとかそれこそなんかペーサーとかさサーリーでいうあの辺のタイヤとかあの辺のバイクとかになんか 32C33C が履けるロードバイク持ってんのにあるのがもうレースタイヤとか近年のレースタイヤとか。まあ、あとはもう本当にマラソンとかみたいなさ、丈夫な 700C の 32C のタイヤとかしかないなとかって言ってる中でこれがあることがなんかすごいちょうどいいなって思ったんだよね。そうなんか手に取りやすいじゃん色もさ見た目もなんか楽しさをくれましたよね。楽しさくれたねこれは。カンチブレーキ時代のシクロクロスレーサーのオンロード仕様にするときに多分めっちゃいいですよね。いいかもしれない。そういうのもいいね。なんか今このタイヤサイズが結構熱いんですね。こういろんな方向から集まってきちゃったみたいなそうだよねゾーンなんですよね。ロードもそうだもんね。ロードも来ちゃったし昔からあるスポルティーフみたいなのもあるしシクロみたいなバイクもちょうど該当するしみたいな。確か熱いサイズがありますね。
まあ本当太くもなんか細くもなくでね。そう撮影前にね、なんでいつもハテナっていう表記するんだろうってなって、まああれやこれや喋ってたんですけど、まあやっぱ大体やっぱリムで変わるからじゃない、だからそこははっきり言わないんじゃないの、あの人たちタイヤに対して真面目だからっていうことなんじゃないかなっていう、まああとはユーモアがあるのかなっていう感じですよね。あと微妙に奇数なの面白い。33とか確かに39とか45とか確かにそう 47.99 とか 47.99 ね。でももしでもまあ違うか。何よこれはシクロクロスでギリ使えるっていうのを言いたかったからっていう。なるほどね。ちゃんとコンペティティブな、まあ使わないか。使わないなこれさ、俺なんか自分の中で温めてたことがあったの。1個、なんかタイヤ作るんだったらどうやったら転がんだろうとかって思ってたのよ。で普通のノブってさ、ただこの面に対してさこういう風になってるだけなんだよ本当は。普通のノブってまあブロックみたいな感じで、そうビルが建ってるだから抵抗になるんじゃん、と思って、あ、これこうなってたら前に転がるよね、路面に対して三角形になってるみたいな、ってなってたら勝手に転がってくれんじゃんと思って、うわ来たこれ熱っと思って、これなんかタイヤとかプロダクトするときに絶対やろうとかって思ってたの。やってたわよく見てもらうと分かるんだけど、これノブが上に向いてるだけじゃなくって先っちょの方だけちょっと下がってるんだよ。なってますね。だから勝手に転がっていく形状を想像して彼ら作ってたんかと思ったらちょっとなんか金子さんはビルじゃなくてピラミッドを建てなかったってことですよね。全然何を言ってるかごめん。進行方向の時はこうなっていくのが進みが良くて、こっち側がブレーキしてくれるっていう。ああ、なるほどね。なるほどね。めっちゃすごいじゃん。めっちゃすごいパターンし、まあやっぱ確か伝えたいのが、まあ結構やっぱグレー可愛い、赤可愛い、僕たちも緑可愛いって言うんですけど、結構そのいわゆるファッションタイヤじゃないんだよっていう。そう確かに。まあ確かにめちゃくちゃちゃんと作ってるっていう。そうね、ファッションタイヤではないんだよな。確かに。店で見てもらいたいわ。俺金子さんに言われるまで全然気づかなかった。確かに俺も全然気づかなかった。そうだ、俺それが来た俺のアイディアだぜと思ったらもう先にやってた。そう。さすが。そう、クソーと思ってかっこいいあの人たち。これ意外とタイヤよりローテーション書いてないんですね。これだからそういうタイヤのそうだね。性能をきちんと発揮するためにはなんか向きはちゃんと見てつけてほしいなっていう。でももしかしたらあの人たち的にさ逆でつけてみっていうのもありそうな気がしてくるよね。なんか絶対にこっちでやったらもう抵抗しか生まなそうなんだけど、しかしもうマッディなところで、なんだこれみたいな。そうだから確かにあえてだからローテーションつけてないとか言われそうな気がします。やってみればいいじゃん。やってみればいいじゃん。後ろだけね逆履きで。ね、そう。マウンテンバイクよくやりますよね。めっちゃ来るんですよ。やってみようかな。あとなんかやっぱこの三角形っていうのはすごいシンボリックなんだろうね。なんか彼ら的にそのカバーもロゼもマーズも全部やっぱ三角形のパターンで構成されてるんだけど、なんか俺そこに彼らのなんか信仰があるのかなって思っちゃった。宗教じゃないよ。アイコンですよね。アイコンごめん。なんかごめん、なんかちょっとこう重くなっちゃった。最近ね箱になったんですけど、パッケージがね、それもねちゃんとこのデルタパターンが書いてある。しかもその窓のところの三角です。そうなんだ。あ、本当だ。いいなと思ったのがこの後ろの箱に、これいいですよね。箱の後ろにタイヤプレッシャージャーナルって書いてあって、空気圧このぐらいで走ったらこんなことがあったよみたいなのを書けるようになってるんですよね。書きたい。これなんかそうタイヤ日記みたいな。すごいよね、タイヤに対してね。変態タイヤ日記がここに。そうなんですよ。タイヤプレッシャージャーナル。そう。だからこの日はこんなでしょ。これ雨の日だったとかってことでしょ。コンディションで PSI こんぐらい入れたよ。こんなだったよっていうのを書けるようになってるんで。わあマニアだ。マニア。すげえ。そう確かに忘れちゃうっすもんね。そう空気圧ってこの日良かったなとなるけど。確かに。この前パナレーサーのさんの工場に実はつい最近行かしてもらったんだけどさ、よくよく考えてそのすごいバイクギークなアメリカ人がタイヤを作りてえなって思ってわざわざ日本の
工場に打診して物作ってもらってできてるのがこれなのよ、で結構俺それすげえなとも思ったし、ちょっと不思議だったの。その秘密も知れたらいいなと思いながらちょっとその工場見学参加させてもらったんだけど、行ったらさマジでこのタイヤ1本作るのにさ本当にいろんな人の手がかかってたり、なんか俺たちがタイヤとかゴム製品1個作るののイメージと全然違ってて、本当に全部の工程に人の手が入ってるみたいな感じだったのよ。多分彼らなりの自由度、ここまでさいろんなことをやらさせてもらえるなってやっぱ思ったりとか、これを俺たちが彼らそのパトとかロニーが本当に作りたいんだっていうのをちゃんと実現してくれるブランドがパナレーサーさんであって、でそれを俺目の当たりした時にマジでこれ1万2000円するんだけどさ、あれなんか1万2000円以上の価値あんじゃねえのっつうぐらいっていうのが痛かった本当に痛かった。そうですね。まずダイナミコはパナレーサー製、そうだね。それが前提にあった。日本製で、僕も全く同じこと思って、正直やっぱり安いタイヤじゃないんですよね。高いタイヤの中で見たら、タイヤの中で安くていいですよっていうタイヤじゃもちろんじゃなくて、ただやっぱり日本製で輸入コストとかもうややこしい本来の製品以外の値段が入ってなくて、この値段するだけの理由はあるなっていうのが本当に純粋にタイヤの値段だと思ってもらって、それにしたら俺はめっちゃ言い方が難しいですね。妥当な値段というか、それ以上なんかそうなんだよ。なんかだからそう人の顔が見えたタイヤなんかすごい。なるほどね。そう作って考えてる人も分かるわけですよね。そうあんまりそういうタイヤって確かにないですよね。そうなんかタイヤを手に取ってさ、顔が思い浮かぶってなかなかないもんね。シンとダイナミコはね、確かにあの2人と、金子さんはね工場見学も行ったからそれ多くの人も見えるですけど、確かにそのデザインしてる2人が出てくるっていうだけでもすごいことかなと思います。次会った時履いてたら喜ぶかな思っちゃう。確かにね。確かにそうだ。新しいバイク組んだんだっつってダイナミック履いてたら確かにしてくれるかな。いいじゃんっつってやってくれるからってあるよね。そうだよね。なんかじゃああります？こうじゃあ次自分が自転車組むんだったらこれ履かせてみようかなとか。俺はせっかく新しく出たその 45C の使い方をね何かねひらめきたいね、このバイクだっていうやつにガンってやりたいっすわ。俺 33C だ。いやそうだそうで 33C も何履かせます？俺今ちょっとやりたいのはマッシュスチール。ああいいっすね。とペーサー。マッシュスチールちょっとやってみたいな。俺は AC に履いてるのがかっこいいなと思いました。 AC4 にカバーレース。なるほどね。みっちみちだったね。いやあれめっちゃいいじゃんと思って。そういう俺はやっぱそういうの今組み合わせが。いや違うな。あれ多分第一じゃない。第一ああいうことするね時々。いや突飛なこと。めっちゃいいじゃん。いいな突飛なことやる。そうだしあいつ機材うるさいから、意外そうです。機材うるさいんですよ。あ見えて。じゃうるさいけど多分ええんちゃいます？そうなんかこのタイヤも多分なんかいいなと思った。使ってみていいなと思ったんだろうね。あいつ結構いつもウルトラダイナミコ使ってる。そうリッチーとかも使ってる。確かにリッチー使ってるね。多分タイヤ多分お気に入りなんじゃないかな。なるほどね。あとやっぱごめんなさい。一応だけロニーじゃないパトリックがオープンにロゼのそれなロゼ使ってる。オープンか。そういうバイクに入れてほしいわ。俺やっぱそういうのにバッチバチのフルカーボンのバイク本当にロゼのレースとか履いてるとかっこいい。確かに。ロニーも今アルミのバイク自分らで作ってて、フレームはカッチカチだけどタイヤでこうクッショニングというか柔らかくしてシートポストとハンドルでクッションにすればええやんって言ってたしね。そうタイヤはもちろんだけど硬いベースに柔らかいタイヤっていうのを確かにちょっと気にしてもらいたいし、個人的にはさっきも言ったけど26のカバーコロンとした BMX みたいな。26のカバーどうするよこれ。ちょっと何か思いつかないけどオールドマウンテン引っ張り出すか。オールドマウンテン引っ張り出すか。
な。俺そのサイズはロマンサー。ロマンサーって一応なんか 27.5 と26いけるよみたいなこと書いてくれてるの、ディスクの方ね。感知の方はもう 27.5 に決まっちゃってるんだけど、今展示車で組ましてもらったやつそれ履いてんだけど、結構やっぱ275の時と見た目変わるのよ。だからそれ良いなと思った。確かにコロンとして可愛いです。そう、なんかコロンとしてて可愛い。俺もね、俺多分あと5年後か10年後に26インチツーリングバイクがまた来ると思ってるから、その時だなと思ってる。26インチランドが来ると思ってるから俺。なるほどね。その時にこれかなと思ってるけどね。あとは実は持ってるんだぞのブラックキャットのタイヤ、今26なんだけど、あれマーズの JFF のブラックターン履いてんだけど、ちょっと赤にしようかなっていいなっていうぐらいで今考えて JFF からレースタイヤに変えたろうかなって今思ってます。あれだ、ランクアップ。そう、ランクアップしようかな。マーズの赤の 7.5 も出ましたし、そうなんだよ。マーズ赤 7.5 出た。赤使いたかったのに26しかなかったんだよなっていう方は今 27.5 が使えるんで、実はそうね、確かにそうだわ。グラベルの700の太タイヤとか 7.5 太タイヤとかは結構僕たちが扱ってるフレームにやっぱ市場的にも合ってるっすよね。僕たちが扱ってるフレームは大体かっこよく入る。そう、大体かっこよく入るっていう前提があって、カーボンのバイクとか昔のマウンテンとかもいいんですよっていう。何でもハマるってことだね。タイヤクリアランスさえ許容してくれればどんなバイクに入れてもハマるみたいなのがあるかもしれない。確かに。うちで言うとあれか、モンスタークロスとかもいけるし、あとあれか、スチームローラーとか。クロスチェックでね、クロスチェック長く乗ってる人とかがなんかちょっといいタイヤ履かせたいんだよなっていう思いになった時にやっぱ選んでほしいタイヤだよね。それが39でもいいし、42でもいいし、45でもいいし、もう33でも全然いいしさ。それがいいっすよね。リムブレーキ。俺もっと言うと俺の身長的にロディーにさ 47.5 で 650B になっちゃうんだけど、あともうちょっと背高かったら51でこれ履きたかったあ確かにかっこいいかもしれない。そうなんです。だからロディーニの 700C に乗ってる人絶対これ履かせて履かせてっていうその願望で、そう履かせてみてっていう、そうそうっていう願望。なるほどね。ちょっとふざけちゃいけないけど、マジで大喜利的な1台何？大喜利的な1台。組み合わせでってことですか？それで言うとさ、AC4 の33はやっぱりそうですよね。やられた感あるよ。それで言うとほら前後あれでしょ？違うバキあるじゃん。違うバキあるでしょ？あれの26でできるようになったよね。確かに。フロントマーズで後ろカバの2.1 確かにできたし、あれだよね。あれかっこいいなっていつも言っちゃうんだけど、パトリックのロマンサー、あれさ確かマーズとカバだよね。ロゼとカバじゃないんだよね。そう、それシビーと思って言われなきゃ分かんなかったと思って、ロゼとカバのいつもの組み合わせだと思ってポチポチって見てたら、うわマーズじゃんと思った時に、マーズ 2.2 とカバ4発。そうなんだよね。後ろこぎ軽くしてんだよねと思っていやそれなんかやられたと思ってね。それありなんだ。プチマレットだよね。そう、プチマレット。マレット。マレットすぎるね、ちょっと気になるよな。確かにな。であともう一個ね、これ上級者カスタムっていうか、谷さんのリベンデルが多分あれだよね。フロントが JFF で後ろがロブスト。そうなの？らしいですよ。多分こっそりやってみんなに気づいてもらおうとして誰にも気づいてもらえなくてなんかあれですよ。嫌な言い方。出張で好きだからこそ。そうパトリックに聞いた時におすすめの使い方だっていう。多分やっぱ後ろの方がリム打ちなりサイドカットなりというかしやすいから、ちょっとなんだ堅牢なやつ履かして前は軽くするんだよみたいな使い方なんじゃないかなと思うんですけど。確かに。であと JFF ロブストだとパッと見同じにできるんですよ。例えばレースと JFF ロブストって真っ黒が選べないから JFF とロブストの組み合わせにすると、例えば前後パッと見真っ黒で一緒、ロゴだけ違うみたいなのができる組み合わせですよね。ナードですね。ナードですね。そういう使い方発明したらぜひ皆さんに教えてあげてください。
周りの人にも。確かにこの組み合わせかっこいいんじゃないみたいな、確かに全然俺らが気づいてないいい組み合わせが。折りがいがそうだよね。だってそうか、さっきのさ、またもう一回話しちゃうけどさ、パトリックのさロマンサーの話したらさ、だって45のロゼフロントに入れて確かに39のカバー後ろに入れるってできるでしょ。できるし逆もできるんだよ。逆もできる。42の、ロゼを、フロントに入れて、45のカバーってあるっけ45のカバーはない。45くそー45のカバーないんじゃないかな。でもそれやでもそうってみたいな。いうこともできる。前を細くして後ろを太くみたいなのもできる。確かに。確かにグラベルのやんないよグラベルのタイヤで面白い癖だこれ。こんなにサイズあるのめっちゃくちゃ珍しくないですか。あとさ、やっぱりノブでも45さってなんだよと思ったけど、今俺すげえいいやと思ったら40、ごめんなさい。やっぱ45ロゼで39カバー、ちょっとやばいかもしれないな。やってみたいかっこいいよね。かっこいい。かっこいい。42、39だとあんま違いなさそうだもんね。45、39。俺39のロゼがあったとしたら42のカバーを後ろにつけてノブ分の帳尻を合わせたかった。ああ確かにね。確かに。なるほど。そうそんなだ。ああまだけど俺らあれですよ多分。まだやっぱ模様とサイズで言ってるじゃないですか。本物はやっぱコンパウンドコンパウンドで前後違うっていうのがやっぱまだちょっと至れてない。でもだとしたらそれさ、もうフロントだけ色付き後ろだけ色付きとかできるわけでしょ。まあでもなんか BMX ライダーとかっているな。フロントだけ単サイドでリアがブラックとかいるじゃないですいる。か。あれクロート臭くてかっこいいんだけど、かっこいい。でっかい車輪になるとちょっとまたあれフロントだけ赤色でリア真っ黒とかでしょ。言います。ああかっこいい。いるな。確かに。いるな。そうそう締めにまとまらなきゃいけないんで。ちょっとまだまだ僕らちょっと模様とサイズ感の話をしてるんですけど、まあやっぱクロートはコンパウンドだってことで、パッと見じゃあ分かんねえよってなるんですけど、これよく見てください。マークあります。マークあります。皆さんこれよく覚えて帰ってください。これだけ書いて。このダイナミコの後ろ側、だいたいダイナミコがドライブサイド来ます。さっきの逆張りとかしなければ、でその後ろ側にモデル名とサイズとこの真ん中ありますポーチが。これは単純にもう分かりやすい。丸、レース、三角形、JFF、ダイヤ系、ロブスト。角が多くなるとだんだん硬くなると思ってもらえれば。そうですね。一番が丸、柔らかい、中間、硬いみたいな感じで覚えてもらえればいいと思いますので。なるほど。あれこれなんだってなって言ったら店員さんに聞いてもらえれば全然いいんですけど、ここ見ると分かるし、あとちょっと今日見た人はまだ見てない人に明日教えてあげてください。今覚えやすかった確かに。今日はそんな感じで何ともお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。